どうも、ベンテンクルーのタイガです。この1週間で、チャンネル登録をしていただいた方が非常に増えましてですね、僕と相方の大ちゃんともども非常に驚いている状態でございます。しかしながら本当にチャンネル登録していただいた方、どうもありがとうございます。今後ともですね、僕たちの動画であるとか、ラジオ聞いていただいて、ちょっとでも、なんかこの二人と趣味が合うなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、動画の高評価ボタンもですね、よかったらお願いいたします。で、チャンネル登録していただいている方はですね、隣のベルボタンですね、押していただきますと、僕たちが動画なりを上げた場合にですね、通知が行くようになりますので、よかったらお願いいたします。で、9月に入りましたね。まあね、ちょっとなかなかこのコロナ禍が明けないのと、まだまだ暑いですね。体調不良ちょっと気をつけてください。で、あと台風も来てるんでね、重々注意していただければと思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。最近気になるスニーカーとか服ございますでしょうか。僕の場合はね、ナイキさんがやっぱりね、相変わらずいいモデルどんどん出してくれるなっていうのと、ニューバランスは1000番台が気になるなっていうところ。あとね、ここ最近ちょっとプーマさんが気になるなっていうのもあります。プーマさん全体的にね、なんかこう、いいモデルがあるなっていう再確認しております。そんなこんなで、またね、新しいスニーカーを買いましたと言いますか、前回の動画で、スニダンさんで新しく買ったスニーカーですね。ナイキのダンク、ちょこっとだけご紹介したんですけど、今回はね、深掘りしていきたいと思います。今回僕が購入したスニーカーが、ナイキのダンクロースペシャルチャンプカラーズです。ダンクのご説明から参りますが、もうね、皆さんも知ってるわっていう方も多くいらっしゃると思いますし、僕たちの動画でももう何度もご説明してるんで、そういう方はもう全然スキップしていただければと思います。ダンクはですね、1985年に発売されたバスケットボールシューズでございます。だからジョーダンと同い年ですね。ジョーダンも1985年製造のスニーカー、バッシュですね。なんで、2020年、今年は誕生35周年となっております。ジョーダンと違って、ダンクに関してはノンエアのバッシュとなっております。85年にですね、Be True to Your School という歌い文句のもとにですね、全米大学バスケットボールリーグで使われたモデルでもございます。いわゆるカレッジダンクとして初登場いたしました。ここ最近だと復刻を遂げた青と白のケンタッキー大学のモデルであるとか、オレンジと白のシラキュース大学
のモデルですね。これなんかが記憶に新しいんではないかと思います。当時はやっぱり白を基調としたバッシュを使われてたそうなんで、この2色展開でもやっぱり少し派手めだったっていうのが当時の感触らしいです。今となってはね、割とオーソドックスなカラーリングなんですけど、やっぱり当時は若干それでも奇抜だったんだなっていうことです。で、こちらのモデル、チャンプカラーズなんですが、昨年2019年のNCAA バスケットボールリーグの優勝校、バージニア大学のキャバリアーズチームの優勝を称えて作られたカラーリングでございます。だからバージニア大学のカラーリングが、こういったカラーリングを基調としてるっていうことですね。なので、これもですね、オリジナルカラーではないんですが、一応カレッジダンクの位置づけと言ってもいいんではないでしょうか。ご存知の方も多いとは思うんですけど、このカラーリングには少し裏話がございまして、日本でですね、1999年の春頃にカレッジダンクが復刻を遂げました。で、その秋、同年の秋ですね、に東京都内5店舗限定でシティアタックモデルということで、通称裏ダンクということで、このカラーをね、反転させたようなモデルが続々と登場しました。で、その中の一つにハイカットモデルではあるんですけど、同じカラーリングが使われておりました。オレンジの部分が若干ちょっと色味が違うかなっていう感じなんですけど、ほとんど一緒のカラーでこちらが作られていたようです。で、ダンクとしてはですね、その後スケーターの方々に重宝されまして、2002年に皆さんご存知ですね、ナイキ SB としてスケートボーディング用シューズとして改良されたモデルですね。インソールにズームエアが入ったモデルなんかが作られて、現在まで引き続き人気のモデルとなっております。僕としてはダンクはそうですね、中学時代に欲しかったスニーカーです。当時ただ僕はエアフォースワンを履いて、ウキウキ状態でございました。その後ですね、ダンクの兄弟モデルと言ってもいいのかな、ターミネーターを履いて、もうポロポロになるまでね、履いておりました。もう今でもね、ナイキで一番好きなスニーカーはもうターミネーターって言っても過言ではないですね。だからね、ちょっとターミネーターも復刻してほしいなって思っております。では続いてディティール見ていきましょう。まずアウトソールですね。アウトソールこんな感じとなっております。もう皆さんご存知のアウトソールですね。色味はですね、ちょっと黒っぽく見えるんですけど、一応マリーンということで濃いめのネイビーのカラーとなっております。ミッドソールこんな感じです。ノンエアのミッドソールです。で、アッパーに関してはここですね、オレンジの部分がユニバーシティオレンジという色味になっております。そうですね、パキッとしたオレンジというより、若干こうヴィンテージ調のですね、なんて言ったらいいのかな、レンガの色の方が近いかなっていうようなオレンジカラーと、こちらですね、ここの部分に関しては深いネイビーのマリーンというカラーリングになっております。はい、ヒールの方ですね。ヒールの方にはこんな感じです。ナイキの刺繍。これもね、丁寧に入っております。トーボックスですね。トーボックスこんな感じでベンチレーションが開いております。で、シュータンの方ですね。シュータンはオレンジのナイロン製のもので、ゴールドでナイキと数種のロゴが入っております。シューレースですね。シューレースに関しては、一応最初からネイビーのシューレースが入っております。これね、色味が数種の色なんかとあって、非常にいいカラーリングかなと思います。で、替え紐に関してはですね、オレンジがついております。オレンジね、入れてみたんですけど、どうでしょう。意外といい感じかなと思います。シューレースの方もね、深いオレンジで、なかなかこれもいいんじゃないかなと思います。で、家にキックス6さんのネオン色かな、若干ネオン色のオレンジのシューレース、丸紐タイプなんですけど、ちょっとこれ使ってないのが転がってたんで、これも入れてみました。どうでしょう、結構意外とこれもいけるんじゃないかなっていう感じです。ただ色味がちょっとシューレースパキッとしすぎてるんで、どうでしょうね、好き嫌いは分かれるかなとは思います。僕の場合はちょっとそうですね、古っぽい感じで履きたいんで、ネイビーで履き続けていこうかなと思います。では最後、ライニングとインソールですね。ライニングはオレンジとなっております。アッパーの色と一緒で深めのオレンジとなっております。インソールはですね、ゴールドでナイキと数種のロゴが入っております。このプリントはね、ちょっと乗っかってるプリントなんで、多分履いていくうちに取れちゃうかなと思いますんで、気になる方はちょっと要注意かなと思います。
あと割とどうでもいい話なんですけど、ナイキさんお得意と言いますか、割と作りは荒いです。正直言うと結構な糊のはみ出しであるとか、縫製のほつれなどが結構散見されます。ちょっとお見せはしないんですけど、もしね、スキットさんであるとか、そういったスニーカーショップでね、購入しようかなって思われてる方は手に取ってちょっと一回確かめてみてください。ちょっとそこは要注意かなと思います。で、これに関しては、メイドインインドネシアで作られております。で、ニュースで見たんですけど、ナイキのね、インドネシアにある工場で、このコロナ禍において5000人規模で解雇されるという、ニュースがございました。もしかしたらなんかそういった事情が関係しているのかな、そういうのでちょっと作りが荒くなったのかなっていうふうに思うんですけど、僕の場合はもうガンガン履いていくつもりなんで、特には気にしてないです。気にされる方であればちょっと要注意かなと思います。で、最後、サイズ感と履き心地です。サイズはですね、僕、マイサイダンクに関しては 25.5 です。ジャストでございます。エアフォース1であるとか、ジョーダン1なんかは、ものによるんですけど、26とか 26.5 を選んでおります。ダンクのね、ハイカットに関しても僕は26をチョイスしてますね。ローカットは 25.5 でバッチリでございます。で、履き心地ですね。お世辞にもね、いいとは言えないんですが、非常に安心感がある履き心地です。僕ね、ターミネーターが好きって言った通り、少し硬めの地面を捉える感じの履き心地、全然嫌じゃないです。コンバースとかに近いかなっていうような履き心地ですね。大好きです。で、足幅もね、割と広めにとってるんで、結構日本人の足に割と合うんじゃないかなっていうのが僕のダンクの考えでございます。ダンク SB のハイカットですね、インソールにズームエアが入ってるタイプも、今まで5、6足履いてきたんですけど、あれも好き嫌い分かれるとは思うんですけど、僕は結構ノンエアのダンクの方が好きかもしれないですね。ノンエアのダンクに関しては、前回購入できたサンバカラーですね、に続いて2足目でございます。あっちね、ちょっと正直まだ履けてないんですけど、あれを手に入れたせいで、ちょっとさらにノンエアダンクを深掘りしたいっていう欲が高まっちゃったんで、今回はスニダンさんで購入させていただきました。良ければね、スニダンさんの動画の方もぜひ見てみてください。僕なりの利用方法をご紹介してますので、ぜひぜひそちらも良ければ見てみてください。以上、今回はナイキのダンクロー、ジャンプカラーズをご紹介いたしました。最初にも言った通り、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.